皆さんこんにちは、きよです。今回は1月発売の本の中から私が読んでみたいなと思った本をチェックしたので、そちらを皆さんと共有したいと思います。それでは動画スタートです。はい、ということで今月もまたこの時期がやってまいりました。はい、今回はこんなね可愛らしいメモに書いてみたんですけど、これはですねフェリシモで3ヶ月連続で来るメモのそういうなんか回みたいなやつがあったので、それで来た一つになります。いろんな柄のメモが入っていて、お花だったりなんかアンティークな女の子の柄だったり動物だったりとかいろいろあるんですけど、お気に入りなのでこれ使ってます。はい、もしねフェリシモやっている方いたらぜひチェックしてみてください。はい、ということで話はそれたんですけど、また今月もいろいろチェックしてみました。今月はですね19冊私はチェックをして、でその中から10冊今回動画の中では取り上げて皆さんと共有していきたいと思います。はい、ではささっといきたいと思います。ちなみに、私がこの選んでいる基準はだいたい表紙でのイラストとかで選んでいるのと、この作家さん好きなんだよねっていうので選んでいたり、本当にちょこっとだけあらすじとかを読んだりして、面白そうっていう基準で選んでいますので、なかなかにあやふやな情報で皆さんにお伝えしていくことになるんですけど、一番は表紙絵で判断しているっていうところをご了承いただければと思います。はい、では1冊目はこちらです。警視庁公安部喫茶課です。もうこれはですね警察系の話なのでミステリーなんだろうなっていうのは一つ予想がついたんですが、喫茶課ということで喫茶店が舞台になってたりするのかなと思って、それはなんか面白そうだなと思ったので、チェックをしてみました。表紙の方にもやっぱり喫茶店が舞台になんか後ろがね背景になっていて、コーヒーがこう置かれていたりとかで、あとは可愛らしい猫ちゃんがいたりとかしているので、すごく面白そうだなと思いました。この副題が喫茶ハム屋のスパイごっこな事件簿っていうことで、本当の本格的な事件ものとはまたちょっと違うのかもしれないんですけど、そういう点でも軽く読めるミステリーなのかなと思って気になっています。はい、では2冊目はこちら、エデンの裏庭です。はい、こちらはですねもう分かりますね。どうして選んだかというと、私の大好きな作家さん吉田篤弘さんの本になっています。なんか吉田さんの本って最近結構立て続けにこう出版されている気がするんですけど、先月もエレファントなんとかみたいなのとかなんか2冊ぐらい出ていたような気がするんですが、今月も出るみたいです。なので追っつかないですね。吉田さんの本は前々から私お話しさせていただいている通り、ここ数年 1,2 年でハマった作家さんになっていまして、ですごく内容が大人のための童話みたいな感じですごくいいお話が多い。なんか教訓があるとかそういうことではないんですけど、読後感がすごくいい本が多いなっていう感じがしているのでチェックをしている作家さんなんですけれども、図書館で借りたこともあったんですが、やっぱり後悔して買った方が良かったなっていうふうに思ったので、もうこちらの吉田さんの本に関しては絶対読むときは買うんだと決めている本になっています。なので、この本もいずれ買いたいんですけど、まだまだ吉田さんの本で買えてない本いっぱいあるので、ちょっといつになるかなっていう気はしています。はい、こちらはですねなんかエッセイと短編とが入っている本みたいです。はい、では3冊目がこちらです。答えは市役所3階に2020心の相談室っていうことで、なんかすごくこちらは表紙の絵的にほっこりゆったりできる本なのかなと思って選んでみました。なんか心の相談室っていう文言がタイトルにも入っているだけあって、多分こう悩み相談的なものなのかなっていうふうに思っています。全然ねあらすじもあんまり読んでないので分かんないんですけどでもまさかのねこの絵からすごい事件が起こってなんかすごい、物々しい雰囲気になっていくっていうことは考えられないので、
ゆったりと読みたいっていう時にいい本なんじゃないかと予想しています。はい、では続きましてこちら、なごみカフェ暦しずさんの春めく推しご飯ということで、こちらの本ももう表紙からしてねすごく美味しそうだし、なんかゆったりした本なんじゃないかと思って選んでみました。こちらは和カフェということで日本食が結構テーマとして出てくる本みたいで、この表紙絵もおにぎりになっていますけれども、ちょうど桜も散っていて、まだちょっと寒いですが、またもう少し後に4月とかに読むのにちょうどいいのかなと思ってチェックをさせていただきました。なんかカフェの物語とかそういうのって結構なんかパンケーキとかサンドイッチとかなんか洋食っていうのがなんか多い印象があるんですけど、こういう和カフェっていうのもすごくいいなと思って選んでみました。なんか和のご飯ってなるとお弁当とか、あと和食屋さんとか居酒屋とかそういうところが舞台になる物語が多い気がして、カフェで和風っていうのはちょっと私としては珍しいかなと思ったので選んでみました。続きましてこちら、ハッシュタグストーリーです。先ほどのね2冊までとは打って変わってなんかすごくスタイリッシュな感じの表紙ですごく気になったので選びました。こちらはですね表紙に4人の方の名前が載っていることから分かるようにアンソロジーになっています。4人の方が書く物語を読めるということでちょっと気になりました。この麻布競馬場さんとか知蓮さんとか結構知っている方だし、勝瀬正彦さんっていう方も知っている作家さんなので、4人中3人知っているのでいいなと思いました。この柿原さんっていう方がちょっと名前だけでは作品を書いている方だなっていうのが一致しないんですけど、もしかしたら作品を調べたら本の作者さんかってなるかもしれないんですけど、はい、っていう4人が書かれているアンソロジーになっています。なんかこういうねおしゃれな感じの本っていうのも好きなので選んでみました。続きましてこちら、立花歌子はアンティークに恋している。はい、こちらはですねもうこのアンティークっていう雰囲気がすごく好きだなと思って選んでみました。なんかこの前借りてきた本で、美術館の本とかもあったと思うんですけど、最近ちょっとこう美術っていうものに興味がありまして、なんか、全くもってやる予定はないんですけど、学芸員の資格とか取れたら楽しいだろうなとか思ったりしてるんですね。なのでなんかちょっとそういう、美術関係の本にすごく今ハマりそうになっている自分がいて、なので今回これもちょっと選んでみました。なんか美術でも私はやっぱり西洋系が好きで、ゴッホとかモネとかルノワールとかそういう系の油絵とかが好きなんですけど、なんかこういう家具とかだったらロココ調とかああいうちょっとこう昔のビクトリア時代みたいなそういうヨーロッパが好きなんですけど、なんかそういう雰囲気があるかなと思って選んでみました。これはちょっとどういうものなのか全然わからないんですけど、ミステリーなのかなとか思いながらチェックしたっていうところです。続きましてこちら、可愛らしいですよね。日々のあわあわです。もうこれはエッセイ集になるんですけれども、絵がなんか手書きの絵で何とも言えない独特のこの絵柄がすごくいいなと思ってこうチェックをしてみました。私はですねこのなんか荷車みたいなのに乗っているポニーテールをしたよくわからない黄色と白のキャラクターと、あとこの右上にいるろうそくみたいなキャラクターがすごく可愛いなと思っています。はい、なんかこういう雰囲気のエッセイなのかなと思ってチェックしてみました。なんかこういう雰囲気のエッセイってどういう雰囲気なんですかって思われるかもしれないんですけど、なんかちょっと日々のちょっとした出来事だったりとか、なんかほんわかしたというか本当に些細なことを取り上げて、だけどそういうことってあるよねとかハッとさせられるような小さな出来事を気づかせてくれるんじゃないかなって思える、で楽しい話も入っているんじゃないかなと思える表紙ということで選んでみました。続きましてもエッセイになります。
弱いままで強く生きたいということで、こちらは先ほどとは違って結構こう寄り添う型と言いますか、なんかそういう、ここの表紙にも書いてあるんですけど、悩める人の夜を支えてきた文筆家による愛と人生のエッセイということで、こういう何かに対してモヤモヤを抱えている方に寄り添うような本なのかなと思っています。先ほどはもしかしたら笑えるようなエッセイが入っているかもしれませんが、こちらはわかるとか、じゃあ私もそういうふうに心を持って生きていこうって思うとか、そういう感じかなと思ってチェックしてみました。そうですね、最近で言うとほうじ茶さんとかそういう感じの本に近いのかなと思ってチェックしたっていう形になっています。はい、で続きましてこちら、台湾に一人で1ヶ月住んでみた、50歳セカンドライフ模索中ということで、こちらはですね、どうして選んだかというと、読んで旅する4旅というレーベル、大和文庫の中の一つのレーベルになっているんですけど、私この4旅文庫すごく好きで、いろいろな本を読んだりしています。今までメンバーシップで行っている読書会でも一冊課題本として取り入れたこともあるぐらい好きな本になっています。でこちら50歳ということで、私よりはだいぶ年上の方が書かれた本になっているんですけど、でも何歳からでもチャレンジできる、読めば元気が出るコミックエッセイということで、別に30歳の私が読んでも楽しめるんじゃないかなっていうことで選んでみました。コミックエッセイなのですごくサクッと読めると思いますし、よし読書をするんだみたいなすごい意気込んで読まなくていい本だと思うので、手軽にチェックできるかなと思っています。4旅はですね、結構私のよく行く図書館ではパッと置いてあることは少なくって、予約をするしかないかなって思っている本なんですけど、なのでそういうところでもちょっと逆に私にとっては読むタイミングがつかみづらい本ではあるんですけど、でも順番に4旅の本は読んでいっているので、はい、こちらもいずれチェックしてみたいと思います。はい、でラストこちらです。作家で食っていく方法ということで、こちらは新書になります。この表紙の作家さん見てあーってなる方も多いかなと思うんですけど、この方今村さんは戦神とかを書かれて有名になっている作家さんですよね。時代小説を、書かれているなっていう感じなんですけど、私この方は出版区さんの1万円あげたら何買うのみたいなので有名なYouTube の方で出演されているのを見て、今村さん自身がどういう雰囲気の方なのかっていうのは少し知っているんですけど、時代小説を書くっていうとすごくなんか真面目な方なのかなみたいに思っていたんですが、結構関西チックな感じで面白い、トークもすごく面白いような方でしたので、そういう方が書く作家論というか、こういう心持ちで作家として生きているっていう方法を書いてくれているのかなと思って、すごく興味を持ったので読んでみたいなと思いました。この本に関しては買うことはないかなっていう、その作家になることないし図書館で借りようかなっていう感じなんですけど、もしこの今村さんのファンっていう方結構いらっしゃると思いますので、もしそういう方がいらっしゃって新書でも読んでみたいなと思ったら、多分この人自身のことを知れると思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回1月発売の本でチェックした19冊の本のうち10冊をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんも結構自分でチェックしてみると、私とか他の方が紹介してくれている本とはまた別に、こんな本も発売されているんだっていう発見があると思いますので、ぜひぜひ自分でもチェックしてみてください。もう私もそうなんですけど、
検索をかけてもパッと出てこない本があったりとかして、他の方が紹介している本で私検索で出てこなかったなとか、そういう本もまあまああるんですよ。なので、検索キーワードの入れ方だったりとか、もう本当に単発でミステリー本新刊とかそういう風に入れないと出てこないっていうパターンもあるのかもしれないんですけど、いろいろ人によって調べて出てくる本違うと思いますので、ぜひぜひ時間がある方はご自身でもチェックしてみると、より読書ライフが充実するかと思いますので、チェックしてみてください。で、私が今回紹介した本の中でも読んでみたいなっていうものがあれば、ぜひそちら書店にてチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、他9冊分紹介していないんですけど、そちらも含めてまたインスタの方には上げていきますので、インスタフォローしてぜひお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はここでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て少しでもいいなと思った方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。よろしくお願いします。はい。で、あと月290円で行っていますメンバーシップの方も随時メンバーさん募集中ですので、ぜひ概要欄の方を見ていただいて、こんなことやってるんだっていう風で参加してみようと思われた方、ぜひ参加お待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リアでした。